どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。焦がしキャラメルに対抗してたらしマイケルを考えているさやです。何たらしマイケルって？マイケル少し垂らします。マイケルってどうなるんで垂らすと？それはまだ研究中なので。マイケルってゾウなの？ゾウ？今のゾウじゃないの？今ポーしただけ。そっちか、ゾウかと思った、ゾウじゃないだろそれでなんでゾウの鳴き声になるの？おかしいだろはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？試験管の上にあるみかん、邪魔だね。欄干の上にあるみかん、直感の上にあるみかん。俺の上だけじゃねえのかよ好きだわこのクソギャグシリーズみかんに振り回されるアルミ缶のラブストーリーだね。ラブストーリーなんだ、はい、ということで今回こちら銀筆。なんでハテナなんですか？ゲンさんに銀筆って書いといてって言われたんだけど、漢字変換ができなくて。なるほどね、そういうことね。銀筆ってなんだろうっていう、ここ素直に書いてみた。ということで今回やっていく企画はこちら。500年以上前に巨匠たちが愛用した銀筆でお絵かき。うわー、プランクトンになれ銀筆っていうもの、シルバーポイントとも呼んだりするんですけど、さえ聞いたことないですか？美術の授業とかでちょっとやんなかった？わかんない。技術の授業は自分の創作に熱心だったのでカス生徒おる。銀筆って何ぞやって話なんですけど、はい、500年以上前というか、そもそも鉛筆が開発される前、黒鉛というね、鉱石というかさ、はい、鉱脈というか、なんかこれめっちゃ書けるぞって気づいたのが鉛筆の発明じゃないですか。はい、そうですね。1600年頃ですかね、鉛筆の発明があるんですけど、その鉛筆の発明より前って、じゃあ鉛筆ってどうやってやってたんっていう、鉛筆みたいな、確かにね、鉛筆ぐらい手軽に使えるアイテムってことだよね。そう、いや手軽じゃないんです。手軽ではない。はい、鉛筆みたいに手軽に使えるアイテムが出て便利だねが、それが発明なんですよ。そうか。要するにでそれまででもなんか昔羽ペンとか一回作ったことありましたけど、そう羽ペンあれもインクとかじゃないですか。ちょっと羊皮紙にも関連してきたりはするんですけど、実はもともと銀筆っていうねやつの大元にあるのが、古代ローマにその鉄の筆で鉄筆、スタイラスっていうのがあるんだけど、かっけえ。もう古代ローマの鉄筆、それがかっこいいじゃん。すでにめっちゃ中二病に溢れてるんですけど、その時例えば中世の修道院とかでも、羊皮紙って前使ったこの時のね、雪村先生とのコラボの時にも、羊皮紙に羽ペンで書くみたいなこうやったじゃないですか。やらせてもらいましたね。珍しいお絵描きやったんですけど、あの時の羊皮紙とかにも文字を引くためのガイドラインを引くために鉄筆っていうのが使われてたんですよ。要は事務用品的にっていうのがあったんですが、14世紀のですね、ルネサンスあたり。ルネサンス、そう今の子は大体ちょっと分かんないかもしれないんですけど、この好きその頃の画家たちが極細の繊細な線っていうのが、これ絵に使えんじゃねっていうことを思い始めたわけです。スタイラスを。そう、スタイラスが。でも普通の文房具だったやつを絵に使い始めたってことね。そうです、要はだから消しゴムとかも使えないわけです。鉄筆なんで。どういうことがあるかというと、銀筆で書くには紙には書けないわけですよ。それどういう原理で書いてるかというと、先端が尖った、銀のこうトゲみたいなのがあるんで、それがシルバーポイントっていうのなんですけど、それを焼いた動物の骨、骨粉ね、とニカを混ぜたような下地材、ジェストみたいなもんですよ。そういうのをとにかく丁寧に紙に何回も塗り込んで表面をザラッザラにして、それで上に銀粉をこう削れたもので描く。てか削れていくと線になるんですよ。それが原理として、ザラザラとした下地がないと銀の微粒子がこう紙に刻まれないという。なんか大変だね。めっちゃ大変なんですよ。でそのだから要は一発書きなんです全部。銀筆は鉛筆とかと違って消えないから、木炭とかと違って消えないんですよ。だからその一発勝負っていうもののとんでもないこう技術に挑んでやってたのが昔の巨匠っていう、そんな歴史のある銀筆でございます。例えばレオナルド・ダ・ヴィンチとか、この作品有名ですね。戦士の頭部とか、これ多分見たことあると思います。レオナルド・ダ・ヴィンチ絵うまくね。すげえこと言い始めたアホなこと言い始めたで、あとアルブレフト・デューラーが13歳の頃に描いた自画像。絵うまっ。うまいんだってそりゃうまいんだ、当たり前なのとにかくそのダ・ヴィンチとか、デューラーとかも今巨匠と言われてる人たちが愛用してたものなんですよ。でしかもこれだけ見たら絵うまって思うと思うんだけど、うまいとかじゃなくて、これ一発書きだから。それすごいやばい。一発勝負で、ある意味画家のデッサン力の証明でもあるっていう。そうだね、俺はできるぞっていう、そんなね煽った感じでやってたかどうかは分かんないですけど、とにかくそんな技術力の証明でもある銀筆は16世紀に鉛筆が出てきて、なんでこんなわざわざド M なことやんなきゃならないんですか。骨とかめんどくさい。しかもあれだよ、有名な画家だったら弟子たちが先生許可これ
ってやってたらしいです。確かに確かにそうだよね。いや、そうアシスタントが頑張ってコップンとニカを混ぜて、塗んなきゃやばいっつってやってたわけですよ。大変。そんなのもいらなくなるっていうのが鉛筆の偉大なとこなんですが、一発書き消せない銀筆やっていこうじゃないかと思います。こちらです。ちょっと買ってきました。これシルバーポイントドローイングツールね。これ1ミリですね。銀 99% らしいですよ、この素材は。ペンとかでもなんか本当に針だ。針みたいな感じになってますね。だからこれ気をつけてください、刺さるんで。でこれだけで、じゃあここ当然なんかやってみて。ここ何も、まあ、インクも何も出ないよね。もちろんだってただの鉄なんで、銀なんで。これどうやったら書けるようになるかというと、とにかくザラザラしたところに書くと書けるようになるというので、今回キャンバスボードを持ってきました。多分、もっとザラザラさせた方がいいんだけど、一応この市販されてるキャンバスボードも割とザラザラしてる。でこれザラザラ、すごいザラザラ、相当ザラザラ系なんで、人によっては嫌だっていうぐらいザラザラしてるもしかしたらこの銀筆には相性がいいんじゃないかというところから、今回これに書いてみました。わー、一発書きだからダヴィンチの凄さを体験しようのコーナーですね。わー、すごい、お試しダヴィンチ。そう、お試しダヴィンチ、銀筆でのお絵描き、一体どうなってるんダヴィンチ対決です。ラッドウィンプスの提供でお送りしませんよお釈迦様レオナルド・ダ・ヴィンチバージョンじゃないはい、じゃあ行きましょう。これできるんかっていうのはまだ僕はこれ試してないので、原理としてはこれだろうというものを持ってきただけなんで、ちょっと今回ね、その実際ダヴィンチとかが作ってたような、その下地を作ってみようかなと思ったんですけど、ちょっとそれがね間に合わなかったので、今回はお試し版というかお気軽にできる方にしています。できるかこれ。どういう感じなのかもわかんないな、じゃあ試しに。どう鉛筆？乗る？乗るな。かけた。かけてるわ。これはでも銀が削れてるってことなの？一応削れてるらしいです、これが。で多分ね、尖りすぎてるとこでやるとあんまり映らないから、薄い線を引くのにはいいかも。どうですか？一番最初のこれでもうミスった。どういうこと？場所？ファーストタッチミスった試しで入れたところ。試しで入れたところがミスった。あと結構音が耳にくるかもしれない。 ASNR にすると結構みんな苦しむことになるかもしれない。でも待って、むずくないこれ？むずい。これを一発だけで自画像描いたの？すごくない？これなんか原理わかんなくて怖いね。ね、そう、何が起きてるの？何が起きてんのって、削れてるって、いやそうなんですけどみたいな。みんな見えてる？見えてないね。あんまり見えてないね。ね、よかった。もうちょっと黒くするか。さやさんが死ぬほどミスしてるのみんなに見られてなくてよかった。めっちゃ見えるよもう。やめちぇー。でもなんか確かに何回も重ねていくと濃くなったりするかも。ギャー。何？ギュギっていう。そう、これね、ギュギっていう。でもすごいな、これでやってたんだ。これでやってたんだ。ちなみにこのだから出てるこの絵って、今見るとなんかすごい歴史的な空気のある絵になってるでしょ。これ当時はこの色だったっぽいですよ。これ要は銀なんで、だんだん酸化していくんだって、線が。だからこういうなんかさも昔風の。昔風、まあ昔なんですけど要はだから酸化だから昔なんですよね。みんな見て、目だけ描けたよ。みんなも授業中よく目だけ描いてるの知ってるよ私ノートのこの辺に目だけいっぱい描いてる人いるでしょ。仲間だよ絵描きやりがちだよ、じゃあ鉛筆はあれなんだね、各画家たちのさ、和コードたちを救ったんだ。そうだよ、ゲームチェンジャーだったのかもしれない、やっぱり鉛筆っていうもの、もう君たちいいよそれ作んなくてって。先生どうしてですか？ほら見て、これ鉛筆、これいらないんだって。先生そんなじゃあこれはって、これは君たちが使ったらっていいんですか先生。じゃあそういうドラマがあったりあるかな、ドラマかなそれ。なんかさ、色をちゃんとのせるには結構何度もやる必要があるね。でただし何度もやるとちゃんと浮かび上がってくる。面白いね。おもろー。そうだ、昔源さんにさ、これ動画中になぞなぞ出そうと思ってたやつ思い出した。何？今はないけど、昔はあったお仕事。はいはい、面白そう。そうなんだ。いや広いだろあるだろそんなんいくらでもA 代わりに出勤してくれる仕事B タイムカードだけ押してくれる仕事タイムカードなんてあったのか昔。 C 朝起こしてくれる仕事、D 通勤に付き合ってくれる仕事。さあどれで？全部今でもありそう、逆に今のがありそう。なんなら確かにさやさんはあったら便利だなと思うんだけど、嫌だなとは思う。さやさんは嫌なんだ。そう、もうそれ答え1個、答えかも。何？朝起こしてくれる仕事。ファイナルアンサーです。テレフォンしなくていいの？しなくていいよ。誰に？正解は、でででででででん、朝起こしてくれる仕事でした
ノッカーアップって言うんだよ。ノックアップ、言い方かっこいいな。そう言われるとかっこいいのちょっと。あでも割と最近まであったかも。1920年代まであったって。目覚まし時計が手頃にまだ入手できなかった時代に棒とか使って窓をガンガンってしてくれて起こしてくれるんだって。物理的だ。すげえ物理的や。さやさんのノッカーアップはゲンさん、そうだね。今朝もノッカーアップされたわ。さや起きだよ、朝だよって。ベベも雇った方がいいんじゃない？ノッカーアップ。ベベも雇った方がいい、じゃないとベベは私に奥さんから言われてしまう。先端削れてきたんだけど普通に。やっぱりちょっと形変わってない？あ、本当だ。当初というか書き始めた時より。さっき普通になんかこう斜めにカットされてたのがね、結構もうバッツリいってるよね。バッツリいってる。バッツリいってる。バッツリって何？ただ難しい。なんかだんだんさ削れる要素が少なくなってくるとさ、紙が削れる風になってくる。逆に最後鉛筆でちょっと仕上げしたらいい感じになりそうだよね。そうだね。だから鉛筆ってすごかったんじゃない？やっぱり発明だよな。だってもうこれだけでさ、どこにでもかけちゃったもんな。かけちゃったもんなって、なんか未来の方。何さらに鉛筆よりすごい便利なものを生み出した後の人の発言なんだけど、ね。でもなんかさ全然関係ないけどさ、ドラクエの世界もこういうの使ってそうだよね。まあね、時代感的にはあんまり変わんなそうだもんね。いやドラクエ7めっちゃちゃんとハマっててさ、もうみんなはプレイしたかと思うけど、2月5日からドラゴンクエスト7リイマジンドが発売になってるっていうわけじゃん。なんか何の案件みたいな言い方する。いや本当に嬉しくて。さやのオリジンだよね。いやそう、私ゲンさんがよりスムーズにストレスなくドラクエ7を楽しめるようにゲンさんに隠れてレベル上げしとこうかなとかって思ってたのに、ゲンさんハマりすぎて普通に自分でレベル上げしすぎて。いやそうなんだよね。しかもなんかものすごくさ遊びやすくさ改良されまくってるからさ、いやサクサク上がるんだレベルが。いやそう努力と何か時代を感じる。感じます。とても感じます。困ったらこいつに聞いてねみたいなキャラクターまでいて、さやがそいつの存在を全然許してくれなくてびっくりしたな。なんか石板っていうものを集めないと次のステージに行けないっていうシステムのゲームなんだけど、で石板を取り逃してるとまた探しに行かなきゃいけないの、次のステージ行くために。それに対して今石板この辺にあると思うよみたいな、この辺探してみなみたいなキャラがいるのよ。なんか妖精みたいなやつが。いやおるやんと思って、私石板1枚足んないっぽいなってなって、ここにいる妖精に聞いてっていうことしたらさやがすんごい顔でそいつだけ話しかけるなみたいな。何と思って、俺なんかしたっけ今みたいな。当時ドラクエ7遊んでた人は石板を探すことを苦しんでたらしいの。超苦しんでたからさ。でその苦しみまで一緒に味わわせようとしてくるの。違うよ。私はゲンさんにストレスなくドラゴンクエスト7を本当に心の底から楽しんでほしいって思ってる自分と、でもちょっとあの頃の私の苦労も知ってほしいっていう二面性を同時にこう。いらないだろその二面性。天使のさやちゃんと悪魔のさやちゃんがドラゴンクエスト7は楽しいよねって、でもあの時すっごい大変だったからそれも楽しんでほしいよねって。やめろ、昔の人の大変さを今の人に押し付けるな。確かにそれは今どの現場でも同じ。デジタルツール使うな、絵を描くときに。うわーやばい。戻る使うな、銀筆を使え。銀筆を使え。やばい、その時代の方が来た。文明の発展を否定しちゃいけない。確かにね。文明が発展することによって便利になることもある、ただ味気なることもあるが、今回のテーマにぴったりの話題だったというわけだね。確かにね。確かに。じゃあ笑っちゃったよ。ドラゴンクエストに学ぶ絵描きのでちなみにこれをだから今回やってみたいのは、これ本当に時間経過したら色変わるのかなっていうのをちょっと気になってて。確かに。じゃあこの動画が出るのは30年後ぐらい。そんなに待てねえな。待ちすぎだろこの動画。温めましたね。温めましたねこれ。そうでもだからなんか時間経過すらもなんかその作品として利用するみたいな感覚っていうのはあるみたいですね。時を超えて銀筆残せるか。本当の色を残せるかってこと？雑なんだよね。雑だね。感情が。はい、ということで完成までキュリキュリゴリゴリやっていこうと思うんですけど、キュリ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 。はい、なんかこれもうさ、なんかこうタイムラプスで見てたところでっていう感じの、もうなんか書いたところにまた線を足しては書いてみたいな。一回書いただけではね結構薄いんですよ。そう、結構何回も往復しないと。ただなんか今回が一応その銀筆用でこう下地材を明確に作ったわけではなくて、だいぶ引っかかりのいいタイプのキャンバスボードを使ってるので、もしかしたらもうちょっとちゃんと下地を作れば一発目から色が乗るのかもしれないんですけど、ちょっと銀筆というものが初めてすぎて、我々にはね、ちょっと弟子いなかったから弟子がね、弟子がやっぱ
用意してもらえてなかったからね。出汁は出せるんですけどね、出汁はちょっと出せませんでしたね。自分で作れ自分で作りなさいっていう話なんですけどだってその、多分筆圧のね、関係はね、多分私の方を見てもらえば分かる。でも確かにさやの方が薄いでこれね違う、筆圧ではない。そして実は何回かやってるから。そう僕本当に何回も何回も同じとこを書いてるからこれ多分ね筆圧で濃度が変わるような感じはあんまりなかったイメージなんだけど、でも結構頑張って何回かやってたけど、さやさんの薄さこぐらいが限界だったね。でもなんだかんだこう鉄筆っていうかこの先端がさ削れてってはいたよね。そう形は変わってってたんだよ。ちょっと感動したよね。削れてんじゃんマジでみたいな、本当にこれ銀が削れて書かれてんじゃんみたいな。なんか頑張った感出たよね。斜めになってんだもんって。そう削れて。さやさんはねこれアルパカのアルパカマジを描いてますけど、アルパカを首に巻いてるのかこいつは。いやもうそこらましに巻いてます。もうそこら中こうアルパカにまみれたアルパカを巻く新しい日本語ですね。発見しました。はい、ということで銀筆でお絵描き終わりました。終わったこちらです。せーの、でやん。普通に描けた。普通に描けた。不思議だわ。なんか尖ってるだけで何にも本当にただの針なのにね、ほぼ。これ全然さ人に見せた時にさなんかこう、鉛筆で描いたんですかみたいな。3H ぐらいの。わかる。3H、4H ぐらいで描いた感じにはなってるね。でしかもかなりやっぱりこれもうちょっと下地材をちゃんと作ったら違うのかもしれないけど、相当描きにくい感じはある。引っかかるというか。やっぱキュッてなっちゃったりとかするしね。あと音によって邪魔されるみたいな。ちょっとやっぱ引っかかったりするのもあるから難易度としてはなんか高い気がするな。でしかもなんか下書きはやっぱりできないわけで。下書きなしでね。でもまあ楽しくできましたね。かなりこういうのを使ってこんな絵を生み出してたダ・ヴィンチらすごいなっていう結論すげえなとはなったんですけど。ということでじゃあさやさんが描いたのはこの子です。いつも通りの魔法使いの。そう魔法使いもさやさんすぐこう一発書きになるとさ魔法使いに頼ってしまう。でも一発書きするってなるとさ適当に書ける引き出し連れてくるしかなくなる時ある。いやそうなんだよね。なんか考えてくるの忘れるからさ。あとはもう目の前のものをデッサンするとかでもいいのかもしれないですよね。これクソ長アルパカ巻いてある。これ全身に巻いてる。でこれをこうやって回すのかわいそうだなアルパカが。ベロも伸びるわ。ベロも伸びる。この子がかわいい。そう。これ男の子なの女の子なの？でも私ねイメージなんだけど、私が下まつげ描いてる時は大体女の子。そういうことなんだ。そういう違いがあるんだ。そう私メンズに下まつげあるのねちょっと許せない派閥なの。そうなんだ。僕結構描く男の子ってさ下まつげある時もない？ゲンさんが描く男の子は別の味なので。何なんだそれ。別枠なので。その枠は個人的にはね私が描く男の子は下まつげあんまり描きたくないなっていう。確かにそういうイメージはあるかも。さやが描いてる子は。そうなので少年感はなくなるよね下まつげ描くとね。いやそうなんだよね。ちょっとやっぱ美意識が高くなってくる感じが。そう美少年寄りになってくるからか。そう女の子っぽい男の子はなんか個人的に違うなって。てかさやあんま美少年好きじゃないもんねそもそも。そう美少年。芋臭い少年みたいな。そうなんかどっちかっていうとそうだからタオルより人の方が好きみたいな。だからさやあんまメロいやつ好きじゃないってことね。待って。いやメロは別に難しい。ちょっと待ってもうやめよう。やめて。言及するとそう角がここで断言させないで。せいさんあれも好きですよねって言ったらいやごめん好きだわってなっちゃって。なんかいいわみたいな。好きなものはたくさんあってもいいけど私は自分の描く男の子に下まつげが描かれない。そういうこと。ということで多分女の子です。はいこれ三つ編み。これ後ろの方にある三つ編みが前の方にある。でこれはこれはね全身にね。モーニングスターアルパカ。かわいそうだ生きてんのかな。僕の方はこれも一発書きなので引き連れてきただけなんですけど、いつも書き込みすごくない？筆圧がすごいのかな。確かに濃さが全然違う。確かになんでだろうね。ただなんかやっぱり同じとこ何度もゴリゴリやってた。私も結構やったんだけどな。叩くそうっていうぐらいゴリゴリやってたわ。親の敵。もうそれぐらいやってこのぐらいの濃さになったんで、だからそれをやりすぎたせいでちょっとこう全体としての調子は整わなくなっちゃったのが反省なんですけど、それは置いといて、これどういう子かというと3人いるんだけど、今気づいた。こことこことここに顔がありますね。そうだよね。なんか周りに顔がそう一応描こうと思ったけど闇に溶けてしまった。闇に溶けてしまったね。ちょっとなんかウェーブ系の髪の毛の意味深な女の子の周りにまとわりついてる顔たちっていう。不思議だ。モーニングスターアルパカと同じぐらい不思議だ。確かに周りにはまとわりついてる子には変わりない。この子には顔がまとわりついてる。この子にはアルパカ。結構あれだね。私たちってなんか何気なくテーマが似ちゃうんだね。似てるかな。この子もあれキュン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 ってモーニングスターみたいに顔ぶん回し始め
るんだけど、そうかわいそうだよ。1人目パシャ2人目もうやめてって言って敵側が心が痛い、顔はなんか雰囲気ある顔には、いやすごいかっこいい。やっぱこのなんか銀筆のこのやっぱ影は描くほどこう、そう渡した気はするので、まつげがいいね。ということでこれ銀筆で描いたわけなんですが、経年劣化とかね、酸化していく色を楽しめるということで、ちょっと1週間後とかに様子見ようかなと思ったんですけど、なんか調べてみたところ、半年ぐらいはかかると。じゃあまず1週間を半年にこう縮める機会を作るところから始めた方がいいってことかな。時間を圧縮とかでできたらそうしたいんですけど酸化のスピードを早めるとか、ね。でも酸化のスピード早めるってもうさエモさのかけらもないよね。おぞましいよねお前何早回ししとんねんみたいななのでちょっとねこのままあの絵はね、家のどこかに置いといて、酸化していくのをちょっと眺めながら、めっちゃ色変わってきたやんってなったら、もしかしたら別の動画の時にそういえばあれこんなんなったよっていうのを確かにご報告をね半年から1年ぐらい経った後にもう一回あの絵をどっかにお見せできたらなと思います、ちょっとダヴィンチのああいう絵のね茶色感っていうかね、そうどれぐらいになるか分かんないですけど、それが変わっていくのかちょっと今後の夏目さんちの動画でちょろっとご報告すると思いますので、ね、未来人騙していこう